皆さん PVP エンジョイしてますか？白米です。チャオ、クラポンです。今回の動画はアリーナ、頂上アリーナ、クラウン遠征、対人コンテンツ用のキャラ育成や構成を考えよう後編となっております。前編をご覧になっていない方は概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひそちらから見ていただいて後編に進んでいただけると助かります。よろしくお願いします。まずは前回までのキャラ情報のおさらいから始めましょうか。それがいいね。だってクラポンおじさんだからもう忘れちゃったよ。そんなことだろうと思ってましたよ。そんな風に言わないでよ、白米ちゃん。出会いキャラのヘリックスが星8、そしてヘラが星6、ミイラが星3、エピックキャラはローラの星3となっております。所持スキンはミイラの貫突スキンとローラの水着スキン星0の2つで、スキンコアの残数は24個となっております。オーケーオーケーオーケーストア。バッチリ思い出したわ。スキンの購入はお好きなタイミングで OK ですので、しっかり計算して購入してくださいね。オーケーオーケー、復習はバッチグーよ。では状況を育成させます。次はレアキャラの星8が2体、レアキャラの星6が1体、エピックキャラは星4という設定にします。今までの設定上だとレアキャラ星8がヘリックスとヘラ、レアキャラ星6がミイラ、エピックキャラ星4がローラとなりますね。そろそろ装備やルーン構成も関わってくるから難しくなってきたね。ですね。遠征は遠征で火力役なのか補助役なのかで話変わりそうだし、いつも通りまずは遠征の火力役と補助役2つのパターンを考えてみましょうか。火力役ならヘリックスは絶対だよね。残り2枠はミイラ、ヘラ、ローラのいずれかを組み合わせればいいんちゃう？組み合わせによって母体を変える形にはなると思う。なんか投げやりですね。何を基準で組み合わせればいいんでしょう。難しく考えずにその日の気分やテンションで決めてもいいし、自分の装備やルーン構成、前衛なのか後衛なのか、他のクランメンバーの構成などなどを材料に決めてもいいし、クランに軍師がいるなら相談するのも吉ですね。我々もよく相談しますから。自分で3種類くらい組み合わせの候補を選んで、クラン的にはどれがいいですかってクランの軍師役の人に相談するのはかなりありだと思うよ。クラン遠征は意思疎通大事ですもんね。そうそう、クラン戦は意思疎通しながら勝った負けたってやるのが楽しいと思う。次に補助役だけど、こっちはミイラを母体にして共鳴はローラとヘラでいいんちゃうかな。アリーナはどうでしょう。クラポンはミイラ母体のローラヘリにしちゃうかな。なるほどですね。頂上アリーナはどうしますか？頂上アリーナは開放に条件あるし、次からでいいんちゃう？了解しました。では状況を育成させます。次はレアキャラ星8は3体、エピックキャラ星5、そしてサイコロクラン遠征ショップでオッターを解放したという設定にします。今までの条件的にレアキャラ星8がヘリックスとヘラとミイラ、エピックキャラ星5がローラ、そこに無凸のオッターをゲットという感じです。育ってきたね。でも難しくもなってきた。安西先生、獅子舞スキンが欲しいです。誰が安西先生やねん。でもレジェンドキャラで破格のエピックスキンなのとポーションドロップは魅力的ですよね。星1にするだけで会心時 80% に上がるから、とりあえずスキンコア12個はここで使う。
60%と80%じゃ体感でも結構変わりますからね。設定1と6くらい違うよ。ちょっと何言ってるかわからないです。では獅子舞スキン星1になった無凸オッターですが、スタメンには入れそうですか？今の持ちキャラだと候補には入るでしょう。でもわがままを言うならオッター星2にしたいな。そんなわがまま言う子はうちの子じゃありません。出て行きなさい。ザ・昭和。ではまず遠征からいきましょうか。遠征の火力役なら母体はヘリックス、共鳴はオッターとローラにするかもな。どちらかのスキン効果はしゃーなし諦めます。補助役なら母体はヘラになりますか？アドバンスを解放してるのは共鳴1番目のプラス1って条件よね。ですです。それならミイラ母体でローラヘラとオッターヘラで迷うな。ケースバイケースかな。装備やルーン構成によって共鳴枠の選択が特に変わりますもんね。自分の構成をもとに最適解を考えるしかないですね。ではアリーナはどうでしょう？アリーナか。母体ミイラの共鳴はオッターとフェリックスかな。なるほど。ローラヘリでもいいし難しいよね。それでは今回から頂上アリーナもやっていきます。ヘイヘイ。頂上アリーナの構成は考えてます？やっぱりヘリックスはインするよね。あとは凍結はもちろんのこと、相手の攻撃力を下げられるローラ、最後に獅子舞オッターさんかな。なるほどですね。最後となります。レアキャラ星8が3体、エピックキャラ星6、オッター星0に加えてイニシエの核を1個所持という設定にします。今までの設定上だとレアキャラ星8がヘリックスとヘラとミイラ、エピックキャラ星6がローラ、オッター無凸という感じです。ちょい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 。何ですか？イニシエの核1個？そうです。そうかクレオ、どっちかしか取れんやん。魔王と猿も入れてあげてください。めちゃくちゃ迷うやん。そこがミソなんです。すっごくそう欲しいんですけど。ではそうを取ればいいのでは？でも対人特化の話だからな。悩みに悩んでクレオでお願いします。パンチやサークルを頑張ってる人ならそうでもいいかもね。知らんけど。スキンはどうしますか？スキンコアの方は残り12個となります。残りをオッタースキンに全突破して 90% ドロップのクールタイム 1.5 秒にしたいんだけど、クレオの豪華のさばきスキンも解放したいな。使用頻度が高そうなクレオにしとこか。スキンかわいいし。そうなるとスキンの最終着地はミイラ呪い特化貫突、ローラ白浜の雪姫無凸、オッター獅子舞星1、クレオ豪華のさばき無凸となりますね。これを踏まえた上で遠征はどう組み合わせますか？難しいから逆算していくかね。前衛でも後衛でもクレオは絶対入れたいよね。クレオ当選と。母体は水着を持ってるローラにしようか。火力役ならローラ、クレオ、ヘリックスになっちゃうかな。補助役ならどうでしょう？こっちも水着持ってるローラを母体にしよっかな。で共鳴はクレオ、ヘラかな。でもオッターも入れたいな。ヘラ、ローラ、クレオ、オッターをお好みの組み合わせでいいんちゃう？難しいですね。例のごとく装備やルーン構成や立ち位置などでも変わりそうなので、ケースバイケースですかね。アリーナはどうですか？アリーナはローラ母体にクレオ、ヘリかな。なるほどですね。ヘリックス母体にしてクレオ、オッターも捨てがたいんだけど、刀
方のスキンが死んじゃうのが嫌なんだよね。それはありますね。では頂上アリーナはどうでしょう。頂上アリーナはクレオとオッターは確定かな。この2体確定は私も賛成ですね。ヘリックスとローラは好みになっちゃうんだけど、クラポンはローラを選ぶかも。水着スキンもあるしね。なるほど、私もそうすると思います。以上、アリーナ、頂上アリーナ、クラン遠征、対人コンテンツ用のキャラ育成や構成を考えよう後編でした。クラポン、1から条件付きのシミュレーションをしてみていかがでしたか。では状況を育成させますとか簡単に言うけど、実際に成長させようとするとかなり時間かかるんちゃう？数ヶ月はかかるパターンもあったと思います。だよね。だからこそ効率よく成長させたいわけだけど、手に入るものが限定されてる状況下で最適解を見つけるってほんと難しいね。ですです。無課金、美課金寄りの設定だったので、視聴者さんへの何かしらのヒントやきっかけになっていればと思います。クラポンが選んだ道筋を真に受けて信用しないでね。クラポン基本適当だからね。あくまでクラポンの個人的な意見ですので、こういう考えもあるんだなー程度に見てもらえたら幸いです。そして前回今回の動画でさらに楽しいアーチャーライフを過ごせるようになってもらえたら嬉しいです。いつもの締めの言葉でエンド。それでは今回の動画は以上となります。モチベーションにつながりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。夢の収益化をしたいのでグッドボタンもお願いします。またにー。